じゃんの作り方を説明します。これは私が働いてたバイト先で作って売らしてもらってて、すごいみんなにたくさん買ってもらえたのでレシピをシェアしてきますで、なんかこれは玄米からできてるパンだから体にもいいし、小麦粉も使わないから小麦アレルギーの人でも食べれるし、あとは卵とか乳製品とかその動物性に由来する材料も作ってないから、すごい体にも地球にも動物にも優しいし、優しいパンです。あとは基本的にミキサーに入れて混ぜてそれを丸めるだけなので簡単だから忙しい時でも作れるし、お子さんとかと一緒に作ってもらうこともできるので、もしよかったら見てください。じゃん。これは、お水に浸した玄米で12時間以上、玄米だったら12時間以上で、白米だったら3時間以上浸してください。で、よく浸したらしっかりとお水を切ります。じゃあ最初に中に入れるチョコを作ります。材料3つでできてめっちゃ簡単なのと、あと美味しいから普通にチョコとしても食べれるので私はいつも多めに作ってます。で、材料はメープルシロップとココアパウダーとココナッツオイルです。で、このココナッツオイルは、私移し替えてあるんですけど、本当はこんな感じで無臭のやつを使ってください。なんかココナッツがめっちゃ大好きだったら無臭のココナッツじゃなくても大丈夫なんですけど、匂いがついてるココナッツオイルを使うとすごい香っちゃうので私は無臭を使ってます。で、基本的にはこれ今4分の1カップって書いてるんですけど、その3つの材料を全部同じ量ボウルに入れて混ぜるだけで、型なりなんなりに移して10分ぐらい冷やしたらできるんですけど、私はちょっと甘さ控えめでチョコ強めのココア強めのチョコレートが好きなので、ココア3分の1カップ、オイルも3分の1カップでメープルを4分の1カップに減らします。とりあえず等分で作っとけば間違いないけど、味の好みによって多少砂糖、メープルを多くしたりとかココアを多くしたりとかいろいろ変えてみてください。で、型はこういう、私はちょっと可愛いやつ使うんですけど、別に何でも大丈夫で、なんかタッパーとかにクッキングシートとか敷いてそこに流し込んで固まったらパンの中に包めるくらいちっちゃく切るでも全然大丈夫です。私はこれがあるのでこれでいきます。伝わったかな。なんかこういう4分の1カップとか3分の1カップがない人は、例えばこのなんだったっけ、これなんていうか忘れちゃった、計量カップか、計量カップに2分の1カップとかここか書いてるからそれ見てやってもいいし、普通に大さじ5ずつぐらいだと多分4分の1カップくらいになるんじゃないかと思います。まあ適当にやってください。大丈夫です。なんとかなる。
今チョコを冷やして冷凍庫で今10分くらい冷やして固めてる間に外側のパン生地を作ります。発酵もないしこねたりもしなくてすごい簡単なのでお子さんでもできると思うし、朝ちょっと時間がある日とかは朝からでも全然できると思います。そしたら次にじゃん、さっきめっちゃ次にオイルを 10g 入れます。次にお砂糖を 50g ぐらい入れます。で最後にお塩を適量入れます。これで全部入れたので、あとは蓋してミキサーにかけます。これでほとんど生地作り自体は終わりです。はい。で途中で何回かここをちょっとコスコスして横についたお米とかをもう一回中に戻してください。で何分混ぜるとかは特にないんですけど、そのオーブンによって攪拌力の強さが多分違うと思うので、私は、目安としてはちょっとこうやって触ってみて、こうやった時に結構大きい粒々を感じたらもうちょっと混ぜてください。で完全に粒々が消えることはないので、あんま気にならないくらい。なんかあんま大きいとパン作って食べた時になんかカリカリしちゃうから、私は結構しっかり潰してます。で3分ぐらい、このパナソニックの私は使ってるミキサーで3分から5分くらいやってます。で時々ずっと5分とか回しっぱなしは良くないので、開けてゴムベラとかで様子見て、ちなみにこんな感じです。そんなにサラサラではない、結構ボタボタ落ちる感じになるぐらいまで混ぜてください。でこれができたら今度はボウルに移していきます。そしたらこれをボウルに移します。で生地をボウルに入れたら、これベーキングパウダーなんですけどをだいたい 6g ぐらい入れて、あとは大箱を入れます。大箱はサイリウムとも言われてて、こんな感じのやつで、大箱は何なんだろう。これなんかこれを入れることで生地が固まります。なんでこれを使ってます。これがサイリウムです。出てるとなんかあるところで生地が固まり始めるので、混ぜてる間に、オーブンの予熱を始めてください。ちょっと予熱していきます。でこんな感じでちょっと生地が固まってきたなって思ったら、こんな感じかな。そしたら一回なんか放置しときます。なんか放置しといたらより生地が気づいたら固まってることが最近分かったので、一回放置して洗い物でもしてください。で多分今5分ぐらい、5分も置いてないかも、3分ぐらいかな、置いたらこんな感じになって、ちょっと見た目で分かるか分かんないんですけど、混ぜてみると結構固まった感じがあるので、こんな感じでもう成形できそうだなっていう感じがするので、いよいよ成形に入っていきます。あとはじゃん、先ほど作ったチョコレートです。こんな感じ、なんか黒いじゃん。ちょっと見えにくい。見えますか？バラのチョコレート見えない
とりあえずさっき作ったチョコレートが美味しそうにできてるので、これを入れていきます。じゃん。こんぐらい手に取って、でさっき作ったこのバラチョコを入れて、でこんな感じでこうちょっと閉じるようにしてって、でくるくるして、じゃん。よいしょ。水はたくさんつけてください。はい、こんな感じです。もう一回見せます。中にチョコ入れて、あ、いい感じ。手にたくさんお水つけると全然ついてこないので成形しやすいです。コツはここにプシュッ中に押し込んだら、こっからこうやって畳んで、でちょっとなんか肉まんみたいかな。肉まん作ったことないけど、そんな感じで、はい、じゃん。今からここにオイルを塗って、もうちょっときれいに成形しつつ、しっかり保湿をしつつ、最後の仕上げをしていきます。なんかあんまり綺麗な丸じゃなくても、焼いて膨らんだらいい感じになるっちゃなるんですけど、なんか商品として作ってた時は頑張って丸くしてた。あー、入れすぎた。やばい、オイルが。そう商品として作ってた時は結構頑張って丸くしてたけど、まあ自分用なら形がいびつでも全然大丈夫だと思います。なんか焼きたてが一番美味しいから、みんなも作って食べてみてください。めっちゃ美味しい。なんかお店で作ってた時もみんなに焼きたて食べてほしいなって思ってたけど、なんかなかなか焼きたてを提供できる機会がなかったから、めっちゃ美味しい。
最初初めて売った時はこんなに買ってもらえると思ってなかったけど、みんなが美味しい美味しいって言って食べてくれて、私は本当に嬉しかった。よく見えてるかわかんないけど、本当にお米がパンみたいになるから、しかももちもちでチョコたっぷりって感じで、私はもう一個食べるから以上7個のもっちり玄米パンの作り方でした。みんなも試してみてください。美味しそう。中がチョコいっぱい。チョコは食べ過ぎるとちょっと肌が荒れるから最近控えてたけど、あ、すごい食洗機。はい、ってことでみんなも作ってみてね。バイバイ。